はい、皆さんこんにちは。今回はバックパックのまた新製品紹介になるんですけども、今年はですね、各社バックパックの新製品、あとはリニューアルされたモデルなどが非常に多い年になってるんですけども、今回はこちらオスプレイから新しいザックが出ましたのでご紹介していきます。はい、今回は最新技術を詰め込んだオスプレイアンリミテッドアンチグラビティ64、こちらをご紹介していきます。はい、オスプレイの新商品ですが、今回紹介するこちらの他にですね、アトモス AG、そしてストラトスなどリニューアルされる商品が多いです。その中でも今回オスプレイのハイエンドモデル、最高技術を駆使し、素材もですね、最新の素材にアップデートしたアンチグラビティ、こちらの中身を見ていきたいと思います。はい、このアンリミテッドというモデルですが、ここに書いてありますね。でこちらはですね、このアンチグラビティタイプ、今回紹介するタイプとエアスケープタイプというですね、2種類ありまして、それぞれですね特性が違います。今回ご紹介するアンチグラビティは、特徴的なのが背面側ですね。アンチグラビティ、AG という表記オスプレイではされますけども、この背面がメッシュのタイプですね。これまた違うモデルですけども、このようなエアスケープと呼ばれるタイプですね。この2種類が出ております。はい、それぞれですね、アンチグラビティ64の方は3シーズン対応ですね。このメッシュのタイプですね、こちらは3シーズンになりまして、もう一つのエアスケープの方は4シーズン用となります。こちらともにですね、レディースサイズ、同サイズでありますので、女性の方はそちらのサイズ、この背面のサイズもですね、女性用出ております。はい、概要から見ますと、アンチグラビティ64、こちら重さがですね、SM タイプ、トルソーサイズが SM サイズの方は 2.2 キロ、トルソーサイズは SM と LX の2サイズがございます。価格はですね、結構高い84,700円なんですけども、どのような作りかっていうところがね、非常に気になるところでありますけども、その辺を見ていきます。素材はですね、こちら前から出ておりますイーサープロというモデルですが、このタイプに近い素材となります。ナノフライファブリック、表面素材の耐久性、非常に強い作りなんですけども、それのさらに強くしたタイプが、こちらになりますね。推奨パッキングウェイトは14から27キロ、非常に耐荷重も強い作りとなってます。はい、ではパックの構造を見ていきたいと思います。はい、特徴いっぱいあるんですけども、まずここから見ていきますね。このトップリッドがあるんですが、こちらがですね、両脇にバックルありまして、外しますとトップの方もちょっとフックが2箇所前後にありまして、このように取ることができます。トップリッドがそのままですね、これランバーパック、ウエストにですね装着できるウエストバッグですね。これがトップリッド兼ランバーパックとなってます。この取り外した状態でももちろん機能します。取り外した面はフラットになってまして、ジッパーとかないですね。この状態でもすっきりとしています。バックル部分もバックルですね。これ今外したところですけども、これも外しちゃっても邪魔にならないところに、こうちょうど隠れますね。はい、メインの機質は正面側トップ側にあるこのジッパーですね。ここからもアクセスできるんですが、さらに大きいのがこの青いバックルですね。ここを取っていただいて、あそこ U 字に開くようになってますね。このまま中見ますけども、荷室はこのように分かれてます。バックルが中にですね、仕切りこれ自由に高さ調整できるんですけども、はい、
で下はですね、ここ上下の部屋ではなくて下はレインカバーが入ってます。で荷室なんですけども、こういった、メインの荷室とですね、この、ランバーパックがここにありましたけども、ここにですね実は外周の、本体のフレームの他にですね、ここにちょっとこう斜めにですねフレームが入ってます。ちょうどここですね、この線ですね、ここにこう入ってまして、なんかこの動きがちょっとしょいこみたいな感じですけども、このようにですね、これ以上倒れません。で生地をですね一番テンションを張った状態でこう、膨らんだり縮んだりしますので、この荷室のこの空間がですね非常にこう作りやすいというかですね、このパックの形がそんな変わらないですね。荷物が少ない時でも、コンプレッションのベルトありますのでこういうふうに押さえるんですけども、ここがこう膨らんだ状態ですね。ちょうどこのフレームが U の字にこう入ってるんですけども、上の方を絞ればちゃんとこのまま折りたたむような、背中側にこう荷物が寄るような形になりやすいですね。この機能っていうのはオスプレイでも初めて見ました。他のブランドでもあまりないですね。ちょっとこうしょいこのようなこの形ですけども、特徴的なところですね。その他ジッパーポケットはこの前面部分のですね両方にあります。ちょうど半分ですね、半々に縦で分かれた荷室で、これもですねこの空間マッチがあるのでだいぶ見た目よりもね入ります。大きめの縦ポケットがありますね。こういったホルダーもですねこうあるんですけども、収納できます。2箇所ですねあります。収納箇所は今のこのポケットとメインがありまして、トップ側はですねポケットはありませんので、これですねトップリッド側にこうついて、これを荷物入れた状態ではもちろん機能できるようになってます。はい、リッドの方はこのポケット部分のリッター数ちょっと表記なかったんですけども、10リッターないぐらいでしょうか。大きめではありますけども、シンプルなウエストバッグになってまして、使用した時にちょっと簡単なパッドも入ってます。はい、でキーフック付きのポケットが1つ、あとこの辺でループがありますので、トップリッドとして使った時にですね、バンジーコードだったりコード類で拡張できるようになってます。つける時も簡単ですね。ここにフックがありますので、前面側と裏側もフックを止めて、で両脇ですねバックルがこれオスメスありますので、左右逆ですとちょっと入りません。ちょっと目で見ていただいてね確認してはめてください。はい、今回、この生地ですね、メイン生地もこのパックのために新しく開発した生地、新しい生地ということと、こういったですね、普段どのパックにもついているこういったパーツもですね、専用の型ですね、形を起こしたということで、非常にこだわった作りになってます。こういったパーツも他のモデルにない形、他のモデルで使ってないパーツ類ということで、非常にねよく見るとちょっとこだわりも見えますね。このパーツもねちょっとこう青黒で分かれてますけども、初めて見るパーツですね。でこのホルダーもそうですね、他のモデルではないですね、この形がね。はい、このように素材とですねこういったパーツ細かいところも変わっております。ただですね、まだそのぐらいだとね、この84,000円っていう価格どうなんだっていうことになりますけども、裏面がですね実はちょっとメインでですね
見ていただきたいところです。こちらがですね、一番特徴的なところでして、はい、この背面のですね、特にこの腰の部分ですね、ランバーパッドと呼ばれる部分ですけども、これがですね、実は 3D プリンターで成形されたものになるんですね。はい、こちらがですね、カーボン DLS と書いてますけれども、この 3D プリントのメーカーなんですけども、非常にですねよくできておりまして、これがですねちょっとブランド違うんですけども、前にアディダスのミッドソールがですね 3D プリンターで作ったというものがありましたけども、非常に細かいミッドソール、こういった網目模様なんですけども、こういった構造のミッドソールをしてたんですけども、それとですね同等のこういった細かい3D プリンターならではのですね、ここ、普通のパックだとクッション素材になりますが、ここを 3D プリンターで、作られております。でこれもうちょっと寄ってみますが、このように六角形の、ハニカム構造みたいなのが並んでるんですけども、これがですね立体的にちょうどこの厚さあるんですけど、1センチちょっとありかな、この厚みが 1.5 センチぐらいでしょうかね、ありますが、ちょっとこう斜めで見ると分かりやすいんですけども、こうラティス状に組み合わさったような非常に細かい作りとなってます。もちろんパックのですねここ非常に腰の部分で重要な部分でありますし、クッション性なども必要な部分ですけども、この触っていますと非常にこう弾力性のある素材ですね。こうしてもすぐこう戻ってくる反発力のあるクッション性のいい素材ですね。でこの構造上非常に通気性もですねいいですし、水を含まない素材ですので、汗をかいた時もですね非常に快適に、かつ腰の当たりですね、このような柔軟さ反発力を持ったランバーパッドになってます。このエアスピードというですねこの背面構造 3D のメッシュを配置した、かつですね非常にこう腰背中の当たりですね、柔軟さもあって、なおかつこの脇の部分ですね、この部分もメッシュですし、非常に空気の通りがいい作りです。これ去年までのアンチグラビティタイプの背面ですけども、この 3D メッシュが同じ素材で、腰の部分もね同じ素材で作られてましたけども、腰へのこの荷重分散、クッション性も含めてこの新素材ですね 3D プリンターのランバーパッドがついた形になります。前のメッシュとですねちょっと違う部分、このメッシュの穴も細かくなってますし、これ模様に見えますけどもシリコンプリントされてます。ちょっとこう引っかかるような感じですね。背中へのフィットちょっとこう摩擦がありますので、前と比べるとこのメッシュ自体も非常に進化しております。あと背面ですね、この次ショルダーパッド見ていきますけども、普通のパック、あとはこの前のアンチグラビティのタイプもそうですけども、このロードリフターがですねこちらないです。新しいタイプで、これもですね非常に特徴的なんですけども、ショルダーのこのパッドとこのショルダーのパッドの部分ですね、背面の部分、これがですね、別の二重構造になってます。でですね、これですね、これ根元が、外周フレーム、こうフレームがですね入ってる上部とこれリンクしてるんですけども、ここから出てるものが、フィッティングの際ここ引きますけども、このストラップ
とですね、こう一体化してる、くっついてるんですね。この状態に背中のですね、これミステリーランチでいうとヨークの部分ですけども、これが重なったようなタイプですね。ちょっとこうスライドするんですけども、こういった、ロードリフター、ここで調節ではなくても、ここ一発で体にフィットするような新しい作りですね。ここが最初なくてないんだなと思ってですね、フィッティング、担いでみたんですけども、非常に、簡単ですね。ここ引くだけですので、担いだところをね、横で見ていただくと非常に特徴的なので、前の AG のタイプは出たんですよね。この、ロードリフター、ここがこのようにですね、これ新しい、アンリミテッドの方はこれずっと下まででストラップまでくっついてましたけど、前のタイプは途中までこのショルダーハーネスの途中までこう差し込んであるような作りだったんですね。これもしっかりと荷重が乗るんですけども、これが延長されたような感じですね。このストラップについているような新しいこちら機能ですね。はい、同じくアンチグラビティという名前はですね、両方一緒なんですけども、背面のこの作りがですね、だいぶ違います。前のタイプもこの赤いレバーで背面調節ができましたけども、この辺ですね、もちろん同じような機構で調節が簡単にできますね。ここは新しいこれもパーツですね。カムロック式のスライダーがですねこうありまして、外周フレームをですねここスライドする形でこう目安ありますので、任意のフィッティングですねスムーズに可能です。高さ合わせてもらって、このカムロックのこの余分な部分をちょっと引いていただければ高さが維持されます。調整は非常に簡単ですね。あとこのフレームですけども、フレームも素材とですねこのフレームの太さ全然違いますね。この太さと新しい方、この青い部分ですね、倍以上ですね、倍以上太いフレームになってますので、バッグ自体のこのねじれ剛性っていうのも非常に強いです。フィッティング調整は背中の部分、この背面長のこのスライドで合わせていただきまして、ウエストはですねオスプレイの独自の機能ですね、フィットオンザフライ、前のタイプとですね同じようにこのテープ式で調節ができます。ウエストの方もこの目安がありますので、左右ともですね同じところに合わせていただいて、くっつけていただければ、一回合わせていただければそれで終わりますね。非常に簡単です。トルソータイプが SM と LXL の2つですので、あとは担ぐ方の調整を実際担ぐ時にですね、この背面長とこのショルダー部分とウエストをすぐ調整ができます。調整幅も結構ありますので、好みのフィットにね変えやすいです。フィットオンザフライ、ハイドレーションはこの背中側にですね、これダブルのジッパーがありますので、両方から調節してねホースを出すことができて、ホースを通すこのホルダーも両方に備えてます。これも新しいパーツですね。他にはない初めての形だと思います。はい、先ほど見ましたこの外周フレームですけども、太くなってますし、外周のですね今までのこの AG タイプ
同様にですね外周にもちろん入ってるんですが、それプラスこの底の部分ですね、外周とは別にこの底の部分ですけども、外周のですね他にですね、ちょっと見えづらいんですけども、これもう一本この腰のこのパッド裏ですねにもう一本入ってまして、今までのこの AG タイプよりもねじれに強い構造になってますね。この柔らかさですね。これ今までのアンチグラビティ AG のこのねじれのこの柔らかさわかるかと思うんですけども、アンリミテッドはそこまでねじれないですね。これ同じ力でこうねじってみてもやっぱ強いです。フレームの太さもそうですが、フレーム構造がですね似ていてちょっと異なります。ちょっと横に走ってる部分ですね。ですのでアトモスのこれ実物はこれオーラですけども、同じ大きさのアトモスと比べましてもやっぱり耐荷重がですね非常に強い、安心感のある構造となってます。フレーム構造ですね、フレームの太さ、あと構造が強くなっているという点と、ちょっと細かいんですけども、こういうパーツですね、フレームのこれ外周の角の部分なんですけども、これちょっと外に出てまして、これ樹脂パーツで保護されてます。ちょっとこの中で先ほどの横の分岐がされてるんですけども、こういったちょっとこう強度の強い作りになってますね。はい、このままウエストベルト見ますけども、左のポケット、左のベルト側、こちらはジッパーのポケットが1箇所ですね。簡単なものはここに入ります。で逆側ですけども、逆側は大きめのボトルも入るようなストレッチパネルとなってます。これ斜めに入るような感じですね。プラス上側、ここもスリーブ状になってますので、これ1個の生地ですけども、上からのちょっとこうポール状のものをこう差し込んだりで、大きめのボトル、大きめのナルゲン1リッターもねそのままスポッと入るような大きめになってますね。左右で違うポケット構造です。オスプレイでおなじみのトレッキングポールのホルダーですね。このショルダーの一部分とこう斜めに簡易的にこう取り付けることができるこちらのストラップもついておりまして、トレッキングポールの簡易的に取り付けるこのループですね、この2箇所こう通すようなループパーツもついております。チェストストラップはホイッスル付きですね。はい、ウエストベルトはこういうふうにスライドしますので、はい、こういうふうに合わせてもらえれば、はい、担いでみました。私は170センチのウエストがですね85、6ぐらいなんですが、ウエストですね合わせてみると、このメモリーの2個目ぐらいかな、ここがちょうどいい、まだちょっと調整の幅があるんですけども、このぐらいがベストフィッティングですね。背中側ですけども、隙間が今この肩甲骨側からこうぐーっとですね隙間なくなってまして、特徴的なここですね。はい、この背中側とパック側からこの伸びるこう調整、ロードリフターではないんですけども、こう通ったこのストラップですね、ここで背中全体のフィッティングが可能です。背中もですね、全部メッシュですし、シリコンが先ほどこう青い模様でありましたけども、やっぱりこう触りがいいですね。非常にこう騒がないと言いますか、体にこうフィットして
ついてくる感じですね。こちら3シーズン対応として出てまして、全部メッシュ、この脇も腰骨脇からもうメッシュなので非常に涼しく快適だと思います。ちょっとまだこういったパックでですね使ってないんですけども、非常にこうフィッティングとこの快適さですね、背中の涼しさはこれ段違いだと思います。アトモスのフィッティングとまた別ですね。もちろんいった作り違いますので、今軽いものしか入ってないんですけども、荷重、耐荷重も非常に高いですので、荷重した時のこの背中の乗り方ですねとフィッティングとこのバランスですね、バランス差が非常にバランスがいいと思います。別の動画でもですねご紹介してますグレゴリーのバルトロシリーズも今回この2022年でリニューアルされまして、これと同じようにですね外周フレームの形に変わりました。非常に進化が止まらないバックパックの業界ですけども、これもですね、特徴的な背面の 3D プリンターのランバーパッド、これまず目にいくかと思うんですけども、非常にフィッティングの良さを感じます。従来のこういった背中パッドのタイプっていうのももちろんありますけども、背中のフィッティングっていうものを考えた時にですね、こういった一般的なタイプパッドタイプと比べ物にならないほどフィッティングは良くなりますので、ぜひですね一度体感してみてください。あとこちらはですね、付属品でついてますこのアンリミテッド専用のですね袋なんですけども、ちょっとパッカブルになってまして、出していただくとこのようなワンショルダーのダッフルですね、縦型のダッフルが入ってますので、こちら作りがですねこういった、シンプルなものなんですけども、ザックの持ち運び、特に飛行機を使った移動などにですねこのままではなくて、こういったバックルとかこういった背面、ガチャガチャしてますので、この袋にですね入れて荷物を預けることができます。はい、こういった感じでですね、はい、パック丸ごと入りました。まだ余裕がありますので、ちょっとした荷物もねまだ入りますので、これもぜひ、活用してみたらどうでしょうか。移動以外でも別でねこれ使ってもいいかもしれません。ちゃんとこう、パッド入りのショルダーがありますので、こういった肩掛けで、使用することができます。はい、今回はバックパック2022年の一番のですね注目するオスプレイのアンリミテッドアンチグラビティ64、こちらをご紹介しました。今年は非常にモデルチェンジが多いですので、お店で担ぎ比べてみてください。ありがとうございました。